こんにちは。今日は、僕のおすすめの J ロックについて、お話ししようと思います。これ、少し前に僕のおすすめの J-POP っていう動画も出して、まだ見てない人はそっちを見てからの方が分かりやすいかもしれないんですけど、今回は J ロックですね。で、J ロックも他の世界のロックに比べると結構特徴があるらしいんですよね。僕あんまり詳しくないんですけど、ロックが詳しい人とかロックが好きな人から、聞いた話では、その他の国のロックの音楽では結構その反社会的なメッセージがあることが多いらしいんですね。なんかドラッグするとかね、政府が悪い、政府は良くないとか、結構社会に対して何か話したいことがあって、社会に反対する気持ちの歌詞を書くっていうロックの音楽が多いらしいんですけど、日本のロック、J ロックですね。それはその外国のものに比べると、そう社会が変っていうんじゃなくて、そう自分たちが変で、自分たちが変だけど、それでもいいでしょみたいなメッセージがある J ロックの音楽が多いらしいんですよ。僕あんまりわかんないんですけど、でもそういう傾向があるみたいなんですね。その日本でもなんか昔っていうか、50年前とかはなんか社会を批判するロックの音楽とかいろいろあったんですけど、最近はね、自分たちはちょっと変とかそういう音楽だけじゃなくて、もう全然そういう社会的なメッセージがなくて、ただのロマンスの歌とか恋愛ソングみたいな歌詞のJ ロックも多いんですね。で、それが日本のロック、J ロックのポイントなんですけど、今回も3人、3グループぐらい、J ロックのバンドのおすすめご紹介させていただきたいんですね。でも僕あんまりロックっていうジャンルを聞かないんですよね。なので僕が知っている J ロックのバンドの中からのおすすめになるんですけど、でもおすすめできるポイントっていうのははっきりあるんですね。で、そのおすすめ、僕が、音楽をおすすめする時のポイントが、これ前の僕のおすすめの J-POP っていう動画の中でも詳しく話したんですけど、まず、自然な日本語を使っているかどうかですね。と、その曲が有名っていうことですね。で、それからその音楽がちょっとテンポが遅め、ちょっと遅いテンポの音楽。この3つのポイントが僕がおすすめできる曲を選ぶ時のポイントなんですけど、詳しいことはその前の J-POP の動画で話したので、そっち見たらよくわかると思います。じゃあまず一つ目のバンドからお話ししていこうと思います。まず一つ目のバンドは、アジアンカンフージェネレーションさんですね。多分アニメを好きな人なら知ってる人も多いと思うんですけど、なんか鋼の錬金術師とかブリーチとかナルト、こういう有名な人気なアニメの音楽たくさん作ってるバンドなんですけど、多分知ってる人も結構いるんじゃないでしょうかね。で、このアジアンカンフージェネレーションさんの、音楽、僕のおすすめというより好きな人が多そうなので選びました。なのでおすすめのポイントはもちろん、聞いたことがあるから歌詞とかも覚えやすいんじゃないかなって思うので、まずアジアンカンフージェネレーションさんですね。で、2つ目のバンド、ここからは僕の本当のおすすめなんですけど、まずサザンオールスターズさんですね。このバンドって結構長いバンドらしくて、50年ぐらい活動してるらしいんですね。1974年ぐらいから始めたっていうのがウィキペディアにあったんですけど、でもそのキャリアの長さとか全然関係なくて、本当にいい曲が多いんですね。でいい曲が多いのと全部有名なんですよ。50年ってね、本当に長いバンドなので、なんか年上の人しか聞いてないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、全然そんなことないんですね。若い人も聞くし、僕の妹もほとんどのサザンオールスターズの曲わかるぐらい、この有名さっていうポイントでは本当におすすめなんですね。みんな知ってるのでね。で、この、みんな知ってる曲が多いプラス、みんな知ってるってことはヒットした曲がめちゃくちゃ多いんですよね。で、めちゃくちゃ多いので、その中からいくつか選んで聴いてみるっていうのもいい方法なんじゃないかなと思います。で、サザンオールスターズさんですね。で、この次がね、バックナンバーさんですね。このバンドは僕の世代、20歳から25歳ぐらいの人が
学生の時にもう毎日聴いてたバンドだと思いますね。本当にみんなで、そのオタクもヤンキーもなんか真面目そうな学生も、もうみんなバックナンバーばっかり聴いてるっていう時がありましたね、学生の時ですけど。このバンドの本当にすごいところは自然さですね。本当にめちゃくちゃ自然な歌詞なんですよ。普通に作った日本語の文をそのまま、曲の歌詞にしたみたいな感じなんですね。で、この自然さっていうポイントについては、多分全部のバンドとかアーティストの中で、このバックナンバーの歌詞が一番なんじゃないかなって思うぐらい、本当に自然なので、もしこの歌詞を見ながらね、音楽聴いてみても、めちゃくちゃ分かりやすくて、理解しやすいと思うので、これ本当におすすめですね。まあそんな感じで僕のおすすめは、アジアンカンフージェネレーションさん、サザンオールスターズさん、バックナンバーさんの3つのバンドなんですね。まあ、もちろん他にもたくさんバンドがあるので、ロック、J-POP、J-ROCK のバンドがあるので、もし興味があったらもっとたくさん聞いてみてほしいんですけど、僕もこのおすすめの J-ROCK 探すためにいろいろ J-ROCK 聞いて、リストアップしてたんですけど、なんか J-ROCK って自然な歌詞の、バンドが多いんですよね。自然な歌詞の音楽が多くて、多分理由はポップって結構メロディーとかね、キャッチーさっていうのが大切だと思うんですけど、ロックってそんなことよりまあ、歌詞とかね、歌詞のメッセージの方が大切に考えるバンドが多いので、まあ、自然に話す日本語をそのまま歌詞に使うっていうバンドが多いのかもしれないですね。ポップは結構リズムを作る、なんかいいリズムを作るために、その体言止めっていうテクニックがよく使われるんですよね。この体言止めについてもその J-POP の動画で話したのでまた聞いてほしいんですけど、まあ結局そのロックでは僕がおすすめできるバンドは本当に多かったので、もし興味がある人は聞いてみてくれたら嬉しいです。まあそんな感じで今日は僕のおすすめの J-ROCK のバンドについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。